お姉ちゃんが着ているのは女バカマです。女バカマ。あっちゃんが着てるのがモンペですね。あ、ここのなんか膝下だけキャハンっぽくなって、面白い。そうなの、みんな着てる。ほんまや、言われてみたら。京都着物テレビ。あっちゃん足当たってる。こんなこともあろうかなと思いますけれども、10月号をお届けしたいと思います。今日はちょっと皆さんに見えてるかどうかわからないんですけど、ちょっと散らかってます。いや、これを見せたいんですよ。ね言うてもお姉ちゃんは着物の中でも働く着物がめっちゃ大好きということで、アクティブな動ける着物、裾をですね動きやすくしたものを今日は特集したいなと思うんですけど、今日お姉ちゃんが着ているのはこれは女バカマです。女バカマ。あっちゃんが着てるのがモンペですね。そんな形で動きやすい和の衣というのを特集したいと思います。さあ皆さん、このテーブルの上にでは懐かしい、これおばあちゃんとかがね着てました。これモンペなんですけど、お姉ちゃん。昔のモンペですよね。そうそう。これは何でできてるビンゴがガスリ。ビンゴガスリ、ビンゴガスリ。今見ても可愛い。めっちゃおしゃれ。私の思い出としては、おばあちゃんはまだちょっとこう着物にこれを着てたりとか、あとシャツに着たりとかしてたんだけど、この畑仕事といえばこれってなってましたよ。その思い出があるのがね、まあ私ぐらいの世代なのね。平成生まれの人たちってなかなかこう農作業でモンペって見かけなくなってきたから、今も農作業用の上下のシャツとズボンを履いてる人が多いでしょ。確かにリンゴガスリとか久留米ガスリとかっていう産地で、その着着として着物として着るニーズがだんだん減ってきてしまっているから、今若手の人たちがすごい頑張ってて、こういうのでカルソンパンツ作ってるのよね。なるほど。着心地いいと思う。形はね、まあモンペとそう変わらないんだけど、もうちょっとスタイリッシュにして、で上にダボっとした T シャツとかトレーナー組ませたカルソンっていうので売り出してて、結構人気。なるほどね。あとはあれだね、最近ちょっと股ぐらが下の方にあるサルエル。サルエルが一番ね、男性にも女性にも楽だからね、流行ってると思いますそれのが。ルーツっていうかね、もともとの形はこういうのであるそうので、なんですよ。おばあちゃんとかお母さんが畑仕事してました、これで。スタンダードなね、ゴム入れたモンペですよ。そうですね。昭和の後期はこういうのがね。こっちの方がちょっと丈短い。あ、本当だ。短いのもあるの。でこっちはちょっと長いのね。短いの。短いの可愛いね。可愛い。農作業するときは下にキャハンみたいなのつけるっていう。そういうの履いてたかもしれないね。靴も履けるしね。あ、そうか。そうや。ね、藍染めは虫を寄せ付けないと言われているので、大体みんなこういう藍染めなんですよね。で、これの上がこういう版木っていう。版木。だから半分の丈の着物なんですよね。言ってみればこのモンペの中に入れ込むので、長かったらゴワゴワするっていうのこう上に出してここからエプロンをなるほどしてたのかもしれないですね。版木という。もう袖がこういうふうにね。働きやすくなってます。いや、昔のもうなんか仕事は丁寧ですね。ここにね、ほつれないようにね、これなんていうの、力布っていうのしっかりと。それもかわいい生地で作ってる。そうなんですよ。でも多分いらんくなったコフとかなのね。そうなんですよね。だから可愛いんじゃん、これ色がね。普段着に木綿着物ってすごく流行ってきてるんやけど、手触りパリパリしてる。そう、これすっごいめっちゃ硬いんですよ。今の待ち着にしてる普段着の木綿着物ってお洗濯やなんかもしやすいようにもうかなりソフトになってるんやけど、この時代のものっていうのがもう仕事しては洗い、仕事しては洗いしてたから、バリッバリに乗り聞かせてる。もともとからそうなんだ。ほんまにも使う着物っていう感じになる。これが本当に10年とか使い込んでいくとやっとくさっきのやつなんねんな。さっきこれになってくる。もうくた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 。もう愛も抜け始めて。なんかもうね、ガーゼのように優しい。優しいこれ。ほんまや。こっからここに来るのにどれぐらいかかるんだろう。今日はね、いろんなアクティブな和装ということで、これ何これなんかすごいよ。これはね割とさ最近って言っても昭和の頃に作られたんやけど、これちょっと待ってこれパンタロン生地ですよ、なんかしゃんけど。これはねジャージみたいな生地ジャージみたいななんだけど、ちょっと伸びる。そうだけど形としてはさっきちらっと言った
カルサンカルソン。カルソンっていうのズボンのこと、うんでそれが日本に来てカルソンが日本語の当て字があってカルサンになったのね、それがこの方前と後ろにね、袴と同じように脇が開いてる。そうなんですよで紐で上が締まる。上がね、まあ言ってみればこう腰回りが袴で、下がズボン。でもちょっとここが太ももらへんがこうふっくらしてて、ジョッキーの人じゃない。全然ジョッキパンツみたいな感じするすでる。中にはほら着物を入れるでしょ、そう腰からげしたりとか、それがここに入ってきて、で今履いてる袴みたいなひだがない代わりにここにゆとりができるちょっとタックががあります。あってそうか、ひだはないけどタックは取ってある。そうそうそうだけど、まあ、ここら辺は着物が入るけど裾に行くとスーッと細い感じになる徐々にこのですね和から洋へのなんか移行していく感じが、そうやね。で混じってる感じが。もんぺはここ開いてないんやけど、開いてなかでさっきのもうゴムにして一発でシュッと履けるようになってるんだけど、これはここの紐のところは袴を残しつつ、こっちはズボンになってるという。徐々にですね歴史をですね遡っておりますが、これがちょっとまたさっきのと違う。さっきのよりだいぶこうワイドな感じに。上はちょっと待って、さっきのお姉ちゃん似てる。タックが多くなって、ちょっと下までここに膝ぐらいまでタックそが。うだからこれがずっと裾まであったら野ばかまの形になるのね。でそれを途中でふくらはぎのところはフィットするように紐がついてて、なるほど。なんかキャハンっぽくなってますよ。そうそう。ここのなんか膝下だけキャハンっぽくなって面白い。で上は袴と同じ。面白い。動きやすくなってきましたよ。うまいデータがあった。これお相撲でよく水とか持ってくる人いるぽいこれ。形。なるほど。この形はもうかなり昔からあるの。これは同じ形。同じ形だ。これね上とセットになってる。これがね、そっちとセット。これがね短いの。長袖の半着の着物で、これを着てこういう感じそうですか。かっこよくないですかこれ。ちょっとこういう感じ。ちょっと生地じゃなくて柄が柔道道着とか確かにちょっとぽいね。書生がするみたいな感じがしますね。これもセットなんですね。生地は新しいこれそうですね。は割と最近のですね。形は昔ながらだけど。なるほど。このまま遡っていくと何になる？戦時中ですね。戦時中？これはね戦争中は贅沢は禁止だった時代があるの。長着とかね着て歩いたらとてもダメっていう時代があったのね。でみんなこう持ってるこれ大島なんだけど、そういう着物をもんぺと半着に作り直したの。こんな貴重なもの、しかもこんな綺麗な大島。ね、大島を潰すってそうだ。先ほどアクティブなズボン型の和装って言ったんですが、これも綺麗な柄ではありますが、上後ろと前がこう分かれてて、下がねなんかちょっと私たち的にはおしゃれだけどカフスになってる。こうカフスボタンがついてこうブルマチックになって、足のところはこうすっぽりとおしゃれ。昔のもんぺの形昔の形ですね。でそれでこの上がちょっとサムエイ的な感じでなってるけど、でもかわいい。それがちゃんとかわいい。ちゃんと塗ってあってかわいいシルエット。ブラウスにもなりそうな形の、なんか言ってる洋風にするとこれカシュクールだね。確かにそうね。そんな感じで、これが上下こう合わさって戦時中に履かれてた、まあ代表的な形っていう。でも大島やからすごい柔らかいし軽い。こういうもんぺの上下でも家で用事するような、例えば木綿とかで作ったのと、ご近所にお出かけする時用に大島を潰したのとかね、ちゃんとあった。おしゃれ着用もしっかり。そう。大変な時代でもおしゃれの気持ちを忘れずに。そうだよ、かっこいいじゃないですか。こんな柄大島今ね、なかなかないですもんね。そして出てきたのがですね、これは袴ですが、男性用の袴。
何が違うの？男性と女性。一応これね、アンドンになってて、アンドンっていうプリのはーツスカートみたいにプリーツスカートのものがアンドン。こっちが馬乗りバカマって言ってズボン状態になってるんです。本当だ。股が割れてる。これ馬に乗れるから馬乗りなの。そうおー、そういうことか。アンドンの方は案外歴史は浅くて、大正時代ぐらいに実用新案とかで出てるから。あ、そうなんです。これをよくしたよっていう実用新やなの。まあ簡単にしちゃったよっていうよでも今現代に残ってる今日お姉ちゃんが履いてる袴っていうか卒業式とかなのはうな。こっちだよね。みんなアンドンやね。トイレ行くのも簡単だしスカート状態になってる。で昔は主にこの馬乗り袴っていうのが袴だった。そもそもこうズボン状態で足を入れるっていうのが袴の元になってて。で男の人の袴は今私がしてるのと違ってこういうセイタがついていて、ついてるついてる。で後ろにヘラがこれヘラついてないけど、ヘラがついてるのなんかがあっこういうのあてりますよね。落ちてこないように引っ掛けるんだけど、お茶をする方ねは男性の清掃袴を履くんだけど、絶対こっちの馬乗りタイプを履くんです。だと立ってる時はね見た感じはあんまり変わらないんだけど、こう座るとねパッてこう座った時にポワンってなっちゃうんだって。おまんじゅうみたいになっちゃうね。空気が入って空気がねパワってでやっぱり格好悪いので、ねこういう風に座る時用にこう馬乗りをお茶の人は使う。あと姉妹の袴っていうのもあるんやけど、姉妹？おのとかの回る踊り人。そっち前の方だと。そうそれだとまたスタイルがちょっと違ってて、ここのこれ柳っていうんだけど、ここがすごく深くなってたりとか、あと流派によってひだの数が違うとか、いろいろ知らんか。決まり事があるそうです。あんまり深く私知らないんですけど、確かに最近ちょっとおのとか狂言をね好きに見てるんですけど、確かにここの脇がねすっごい開いてるんですよ。でこうなんかお胸張ってこうじゃないですか。なんかそれがすごくいいのかなっていうのを狭いよりか動きやすいのかなっていうふうに見てました。だからここのひだの深さとかも全然違うし、作りが違う。能狂言といえば狂言の人ってお能は静かに動くんやけど、狂言の人って割と動きのアクティブなのが多いでしょ。飛んだり跳ねたりありますよ。でその時に履いてるのがさっきのたつけ。そうやそうそう。ここは上下のを着てて、で下がたつけやったりとかもありますね。太郎冠者とかね、ああいう人たちはさっきのたつけを裾がキュッとなってるのを履いて、時代的に室町とかに発展していったので、お袖のところをこうちょっと兼六袖みたいな感じにしてたりとか。あと浦島太郎もじゃない？おじいちゃんになって帰ってきた時に桃太郎だって。そうだよ、みんな着てる。ほんまや言われてみたら。近所の人みたいに言うけど違うよね。知ってる人みたいな言ったけど違う。あの人よく着てたみたいな。だから裾がキュッてなってるのはそういう動きやすいスタイルで、今いろんな地方のお祭りでもそういう衣装が残ってるところすごい多いと思う。裾がこうやって広がってるタイプの袴と、ね、そういう裾がつぼまってるタイプのたつけとがあって、で割と武士の人たちっていうのはこう裾が広がってるタイプを履くでしょ。街中のいろんなお仕事してる人たちっていうのは裾がつぼまってるたつけを履いてて、なんか働くとか仕事によってこの形が変わってきてるっていうのね。で農村とか林業漁業になると形でもまだ紐が多いとか動きにくいっていうのがあるので、さっきのボロボロのなるほどね、これになっちゃうわけね。これになったら立ったり座ったりやもんね。前後ろの紐しないで済むでしょ。これだけこうパッとして前で前でばそれで OK やし、すごい機能的なものをそういうハードな仕事をする人たちは履いてて考えられてるんだね。そうやね。何やってんの？これさっき使ってたあれでしょ？だから江戸時代の職人さんはここがね、ふくらはぎのところがピッチピチなのがおしゃれだったんで